ビアゲームビレッジにやってきました。出てきました忘年会で今日はお願いします。才能その3つは本当美味しい。札幌ポテトも美味しい。札幌ポテトは優しい。じゃあお越しいただきましてありがとうございます。ライクサタデーさんと一緒にキャンプをしております。お邪魔します。車にそんな興味なかった。ゼロどころかマイナス。これ何の話してたの？あれ？どうした？タクシー来た。呼んだでしょ。着きました。はい。ビアゲームビレッジ到着です。ダメ、乗んない、まだ乗ってもいいよ。こんな動けないよ。外のがいいんじゃん。外出すよ。外出すよ。あれは？おはようございます。おはようございます。ということで、はい、ビアゲームビレッジにやってきました。久々ですかね。夏ぶりですよね。夏あれ。暑かったもんね。タープだけで久々に来ましたが、富士山は隠れております。来る時ね、めちゃくちゃ見えてたんだけど。うん。あ、っす。お疲れ様です。早かったね。ボス帰ってきた。出てきました忘年会で東京であら激しくやってきました。お疲れ様です。はい、すいません、今日はとんでもないです。お邪魔します。遊びましょう。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、ローンおめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったあです。りがとう。ハルピン泣いて。これ逆かな。このなんかダブルの穴がさ、前だったよね。そう。こうだね、こうだ。はい。あれ？本当に。あれは使ってます？あのさ、ムラコ。ムラコはちょい最近なんかジェインアース買ってそうだよね。そっち使うようになって、夏とかはムラコ。あ、逆に暑くないですか？暑いよね。あれあげないと確かに。黒暑いですよね。あと暗くないですか？撮影なかったよね。そうなんですよ。わかる。暗っと思って。めっちゃかわいい。すごい。そう、立っちゃえばね。一応さ、はいハルピはい。できてるんだけど、できてるんだけど。やっぱちょっと狭いね、4人って考えたら。予想はしてたけど、出窓にしたらなんかちょっとうまく広くいけるかなって思ったんだけど。うん。あ、これもうちょっとこの辺に位置つけて、あ、ここ引っ掛ければいい。おい、おい、やばいよこれ。発見ですな。すごい。発見したじゃない。めっちゃいいフィット。そこにピンってやったらみんなできるわけではない気がするけど。これも、まあ助手席開けないという体で。それはかわいい。厳しいけど、まあ超かわいい。こんな感じか。なんか見たことあるな。これもパジャマムーン。ここのブランドですか？そう。でもこの柄なんか見たことある。これ偽物。あ、ほら似てる。でもこれいいですね。水染みとかもうつかなくて。あ、もう安いやつ。まあすぐそう拭けば。です。安い方が汚れないっていう。リアル。はい。
味だから、このリアルウォックの。確かに。本当ですか？まはいあ、あと私たちの使い方がシンプルに死ぬほどちょっと雑っていう全然違う。でも一回だけね、ヤスリでね、ヤスったことあるんですよ。そしたらこういう消えのそうなのに。取れる。こういい。本当ですか？優しいな。優しい。自信つくわ。でも斉藤さんにそうやってもらえるとキャンプの濃さがねね、。使ってる感あった方が。いいように言ってくれるわ。ありがとうございます。いやいや、めちゃくちゃしょぼいじゃん。なんだよ、それ。はい。からこう可愛くないほら。いやそうあ、だけどでも足りてます足りてます。足りてはないって。なんか歯みたいあ、でもなんかそれだけでいいじゃん、これはい。だけで。垂らしたいですね。ここにやめます。外側？中止。そんな、家でやろう。早っ。そう、なんか、なんかないかな。見て買ってないんだ、それ。ここいい感じ。ああ、じゃあそうして。では、いただきます。とんでもないです。すいません。いただきます。すみません。ありがとう。お邪魔します。お邪魔しお邪魔ます。します。すみません。初めましてじゃないんですよね。はい。そう。一応3回目なんですよね。 3回目。そうです。エコ風呂のイベントからのからの、浜松で飲み会。もう撮影とかせずに1回飲んだんですよね。はい。そう。ダンス浜松。お世話になりました。いや、とんでもないです。こちら、今日勉強させてください。とんでもない。今日はお願いします。お願いします。才能。そんな知ってくれてるんですね、最後。あ、うまー。あー、爆酒うまー。うまい。冷え冷えだね。爆酒うまい。爆酒うまい。冷え冷え。地元ビールでしょ。そうなのに知らなくて斉藤夫婦さんに教えていただいて、それからみんなにドヤ顔で説明してます。静岡爆酒。なんかずっと前から知ってたからに知ってますよ。なんかずっと。静岡のこれ地元のビールなんですってめっちゃ美味しいん教でえてもらってたのに、我が物顔で言ってますよ。いや、ほんと。売ってないですからね、やっぱり。これ浜松の方にも売ってる。あ、本当ですか？でも、本当に静岡じゃないと売ってない。そう神奈川とか売ってなかったし、これ美味しいですね。電話しましたもん、札幌どこで買えるか。へー本当に限られてた。そうなんですか。嬉しい。なんか静岡本当美味しいのね、結構いろいろ新潟の風味爽快にしてとかも美味しいけど、これもめちゃくちゃ美味しいよね。そう。また北海道の北海道ので飲むクラシックは美味しいはやっぱね。すごい。ビール園とかで飲むと美味しいよね、やっぱり。全部札幌だもんね。そうですそうでそうっす。すよね。じゃん。札幌やっぱ美味しいですよね。美味しい美味しい。その3つは本当美味しい。札幌ポテトも美味しいね。何て？札幌ポテトは優しい。札幌ポテトわかります。ちょっとということでですね、はい。本日の夕食を発表します。イエーイ。焼き鳥です。嬉しい。大好きです。あ、本当？大好きです。もちろん。静岡の焼き鳥と静岡の馬刺しになります。うわ、待って俺うん。馬刺し大好きです。あ大本当ですか？大好物です。御殿場の馬刺しちょっと特殊なんですよ。あ、そうなんですか。なんで？あんまこう脂身がなくって柔らかいっていうか。そうそうそう。ニンニク醤油ですか？食べ方は。ニンニク醤油ですね。あ、そうニンニク醤油なんだ。うわ、そう、タレはスタンダード。好きじゃんにやん。馬刺しマジで好き。よかったね。よかったマジで好き大好きです。静岡特集になります。うわ、ありがとうございます。我が地元すみません。ありがとうございます。全然うち関係ないもの。仕事ほぼ静岡マックス知りませんでしたよね。いや、まあ。馬刺しも知らなかったけど、すいません。御殿場馬刺しね。御殿場馬刺し。あ、有名だったんですね。まあ次からもうインプットしなさい。あ、うちの地元の。じゃあ、お越しいただきましてありがとうございます。お越しください。うまいです。ありがとうございます。あ、うまっ。美味しい。飲みやすい。すげえ。これ力使ってるんですもんね。もしよかったら工場見学してください。もちろんしたいです。これ美味しい。
ばいやばいやばい。これはね美味しいと思う。めちゃくちゃ好きなやつだ。これは御殿場馬刺しのこれね特選ってやつ。これハラミ。うわハラミハラミカメラカメラ。そう美味しいのよハラミ。ハルピンっていうのも YouTube 始めた時に考えたんですよ。なんか欲しいなって。そうそう。全然ないってなってずっとはるちゃんだ春菜だからはい。はるちゃんだったんだけどはいコングスあ、なんかその特別な読み方が欲しいなと思ってハルピン開発したんですか。開発したはるちゃん考えてくれてめっそうちゃいい。なんだ。うんうちらはもう本当何もそれも考えずにずっとニーヤンだったんですよ。あそうなんだもうプライベートでもずっとニーヤン。ニーヤンは前からニーヤンで、だから前からたまにニーヤンなんだ。前からもなんでうニーヤンだよ。やっぱもうお兄ちゃんっ兄貴ぽいってこともう兄貴すぎてですね。確かに兄貴肌リスペクトが強すぎて。私勝手にそう思ってました。動画とか見て、あ、関係性似てるかもって。でも私まみちゃんよりさはいあでもいいやえ？いや言いたいことなんとなく分かりましたけど、怖い怖い同じこと思ってましたよ私。あ、私結構傷つくけどまみちゃんなんか傷つくそっち？平気そうに見える動画だと本当ですか？ニーヤンに怒られてもあ、それは全然平気。それ平気なんだ。1ミリも傷つかないです。でもニーヤンは何の会話今の。傷ついたら偉いらしい偉い優しくないなんてうち。怒ると怖いですか？太郎さん。太郎ちゃんはリゼメあ、一緒。あとやばい。これ。わかる。ちょっともう二人のタイム始まってる。ここで22であります。だから理屈じゃねえんだよって思いますよね。こっちは直感なんだよそうなんだよ。嫌なもんは嫌なんだよみたいな。目の前で。そう。めっちゃわかる。めっちゃわかる。うちはもう何でも出しなんで。何でも出し。そう私は多分頭があんまよろしくないのでなんかこう直感とかでここ行った方がいいかもとかこの人直感型。めっちゃ合う気がするとか本能型だ。そういうので生きてきてありがとう生きてきた私も生きてきた。でも多分太郎ちゃんは理屈とかいっぱい調べたりとかいいっすか。はいどうぞ。でも頼りがいがありますよね。やば。頼りがいある多分同じだったらやばかった才能。じゃあサイノでサイノはサイドで才能。サイドでサイノ。何ですかちょっと待ってごめん。才能ごめんなさいがあるご質問質問タイム。大会にはい。質問タイム。そういうことでいいですね。はい今日実は何も説明してないんですが、ライクサタデーさんと一緒にキャンプをしております。お邪魔します。お邪魔します。遅くてすいませんラスラ斎藤夫婦ファンの皆さん、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お邪魔します。いや、本当に嬉しいです私たちは。いやもうこちらこそ。ずっと見てましたのいやで。いやもうこちらこそもう大好きです見てますよ。大好きです。お二人はでもそのゴードンミラーで最初旅しますって動画ではい。ドーンって再生いったじゃないですか最初。ありがたいことに。旅始めますってやつ。はい。あれは奇跡的に。あの時に説明してたんかな。ちょっとごめんなさい僕も全部覚えてないんですけど、いいゴードンミラーにした理由は何なんですか？ゴールドミラーにした理由は、うんもう本当にゴールドミラーと出会って私たちこのバンライフという生き方を知ったんですよ。うんで私それまでマジでびっくりされるかもしれないけどハイエース知らなかったんですよ。ハイエース知らなくて、あじゃあ車にそんな興味なかった。ゼロどころか、もう本当マイナス。マイナス。車を見るとイライラしちゃうんですよ。もう。車みたいな。マジで本当ハイエース知らなかったんですよ。マイナスね。で私なんか本当にその車にマジ興味なくて、うんただなんか学が仕事をうん公務員だったんはいはいはいですけど、そうだね辞めたいっていう話になって。で私もその時当時仕事に悩んでたから、自分の仕事このままでいいのかなって思ってたから、で、私たち学生時代からね付き合いなんで、その学という人間性にが好きで結婚してるから公務員であることに別に価値を全然見出してなくて、そこは関係ないと。もう本当今思えば無知だったなと思うけど全く関係なかったんですよ。辞めたいのは辞めればみたいな感じで、じゃあ辞めた後どうするってなった時にYouTube、人生一回自分のためだけに生きてもいいかなと思って、もう一回ぐらいと思って、好きなことやろうってなった時に一旦 YouTube 始めてみようって言って YouTube 始めて、でその後仕事辞めて何するか全然決まってない時にインスタグラムの広告でこの車が出てきて、ゴードンミラーがその時ちょうどインスタの広告をめっちゃ出してて、それを私がたま
カモ見てなんか車とか全く興味なかったのに、なんかこの感じかっこよくねってなって、学その時お風呂入ってたんですよ、なのにお風呂入ってる学に「で学ぶ!」とか言って「ねえねえねえ兄やん!」とか言って、わかる、今聞いてほしいよね。そうガンガンガン一緒見つけた瞬間に聞いてほしくて、でこの車マジかっこよくね、これで旅したら良くない人生みたいなところからバンライフということを知って、あ、こういう車中泊しながら暮らすっていう暮らしもあるんだ。そうなんだ、バンライフっていうライフスタイルより前にそうです、ゴードンミラーを見つけてる。はい、だからこの車に人生変えてもらったって言ってもマジで全然過言じゃないというか。そうなんだ。確かに旅したいなーからよし車を探そうとかじゃなくて、じゃないです、もうこれに出会ったから、一目惚れです。すごくない？それもでそこから速攻で、その時は当時旗艦店もなかったので、ポップアップみたいな感じで駒沢大学駅前でなんかゴードンミラーがポップアップやるんですよ。そこに2人で行って、でその時まだYouTube の登録者数が200人ぐらいだったんですよ。その時にゴードンミラーの広報担当のゴンザレスさんって方がいるんですけど、その方に「うちらこの車乗って YouTube やります」みたいな話したいよね。そうで俺ら今 YouTube やってるんですって言って調べてもらって出たのが200人ぐらいのちっちゃいチャンネルで、このぐらいの規模なんだって感じだけど、その時にそのゴードンミラー界隈の人たちはね、全然こう笑わずにというか、いいねっていいいうねみたいな、一緒に成長していこうみたいな感じで盛り上げてくれて、それで買っちゃったんです。買っちゃったんですよ。公務員だったんで。あ、そっか。公務員ローンが通りやすい。そう、辞める前に公務員振りかざして、そのなんか公務員ってやっぱ信用があるからお金借りれるんで、やっぱその時は俺らも言うてもだから何年目、3年目か、3年目だけどこのハイエース頭金ゼロでフルローンで借りれてみたいな。すごい。すごいね。でもう借りて、頭金ゼロフルローンですけどね。いやでも借りれるっていうのは信用性だから。はい、そう確かに。いや公務員様々です。辞めるんだけどね。辞めるんですけど。結果辞めるんですけど、辞めるんですけど、その最終的には。はい。でその時は公務員だったから借りれて、そのまま変えたっていう実際に。だけど、まあ、今は同じこともう一回やれって言われたら結構きついぐらいなことはしてるかもしれないね、もしかしたら。私本当頭悪くて、分かってなかったんですよ。この車の金額が、どういうことかとか、公務員を辞めるということがどういうことかとかっていうのを本当に分かってなくて。でもその勢いもそうなんですよ。大事な気がするよね。そうだね。だってある程度いくとやっぱいろいろなことが考えちゃって、やっぱり考えてないです。なかなか進まなかったりするから、だから今だったらできないなと思います。はい。700万近いんでやめればみたいな。そう、この車700万近くオプションとかいろいろつけて。ハイエースで。そうなんです。はい。でもそれだけ650万ぐらいでした当時。おお。だから家賃ぐらい払わなきゃいけないです。オーナーローンで。それを背負いながら仕事辞めるってアホですよね。あ、美味しそう美味しそう。何でしたっけ？せせりかな。うわ、多分せせ大好物です。激うま。うまっ。これもうお店。うまっ。でもうまっ。ありがとめっちゃうまいんだけど。マジで美味しい。よかキャンプで食べるクオリティじゃないです。これがね、これがいいですか？反り串。はい。これマジで一押し。これえぐい。ちょっとハルピンこれ。ケータリーが取ってくれる。うまそめっちゃねジューシーなんですよ。反り串。これやばい。熱い。熱いで。う。うまい。なんかいいなここ。熱い。この焼き鳥屋いいな。いいでしょ。俺でも焼いてるだけだけどね。いいな。ああ、いいな、いいな。オーナーも寡黙でいいな。オーナー寡黙。マスターも寡黙で。仕入れ先間違いないですね。贅沢ですね。このブリンと食べれる感じが。ブリンブリンなんだ。マジ美味しい。食べて。超美味しいです。この振り方とか加減とかありますもんね。上手だな、まみちゃんは。やめてください。テクニックみたいになるから。いや普通に思ってますよ本当に。うまっ。うまいよね。そう、それもうね、本当は肉が本当美味しいから、もう味付けはぶっちゃけ何でも美味しいんですよ。めちゃくちゃうまい。バリうまいです。チキンハウスでしたっけ？
チキンハウス。チキンハウス。ライサタさんのなんか野望的なうわ野望。野望。なんかほらなんか野望旅もあるし、はいいろいろまあやってらっしゃると思うんですけど、こうやってアパレルを販売されてたりとか多岐にわってなんかいろいろすごいじゃないですかだけど最終なんかこう全然これはそうなるならないとかじゃなくていいんだけど、もうぶっ飛んでってもいいからなんかこうなりたいんだよねみたいな、なんか何十年か後のその夢っていうか野望みたいな、ざっくりとあったら知りたいと思う。野望。これもまあでも担当ニアンスね。その瞬間やりたいことをずっとやってきて今があって、今こうやっていく中で、じゃあバンダーラストっていうそのいろいろとキャンプギアとかアパレルのブランドやらせてもらってる中で、なんかその T シャツみんなで着て一緒に旅行行くとか、旅行キャンプ行くとか、だからすごい写真がすごい楽しそうな写真とかがインスタとかで上がってくれるのがすごい嬉しくて、なんかそういうなんかやりがいみたいなのを感じた時に、あとがライサタミンとかやっていくってなった時に、人はやっぱコミュニティとかそういう人が集まるっていうところに価値ってあるんだなってめっちゃ感じたんですよ。なんかこう同じ旅行先行くでもバンダーラストの T シャツをみんなで着てるだけでちょっとだけ楽しいみたいな、なるほど。ちょっとだけ3割増しテンション上がるみたいな、そんなブランドいいなって思った時に、なんかバンダーラストやっててよかったなと思ったし、俺らがやりたいことってそういう人が集まるようなきっかけになれればいいなって思って、最終的にわかんないですけど、なんか人がそうやって集まってワイワイ楽しく思い出作りができたり、なんか楽しい空間みたいなところが人が集まってみんなで遊べる空間みたいなところを作れたらいいなーってのは漠然と思ってるんですね。あ、そういう場所ってことですか？場所を作りたい。なんか大人になってそれこそ昨日斉藤風さんのインスタも拝見させてもらって言ってたんですけど、同じことをおっしゃってるなと思ったんですけど、大人になってその友達って本当なかなかできないじゃないですか。できない。で私とか本当に社会人の時に会社員時代に結構人間関係とかに疲れちゃって、なんか意外って思われるんですけど、あんまり実は社交的なタイプじゃないんですよ私。意外意外ですよね。ライサタの社交担当ってこっちなんですよ。私は意外とこう狭く深くみたいなタイプで、あまり広く人と付き合うっていうのはすごくまあその得意ではあるんですけど、自分が結構疲れちゃうタイプって時に、その大人になってからあまり友達って思える人ってなかなかできなくって、そういうのってなんか難しいと思ってたんですけど、ライサタミンのっていう有料の会員の方をやってらせてもらってるんですよ。プラス視聴者さんとかで見てて、一つある種突破口があるじゃないですか。要はその斉藤夫婦さんとかも視聴者さんとかをすごく大切にされてるのが動画を見ててすごい伝わるから、すごい濃い視聴者さんから愛されてるチャンネルだなって本当に拝見してて思うんですけど、横のつながりとか見てるとみんな共通の話題があるんですよね。斉藤夫婦の最近の動画さとかさ、ライサタさみたいな、この間学がなんか椅子壊してたよねとか、そういうすごいなんかもう本当ライサタってさみたいな、そういう小さな共通点が大きな突破口になると思うんですよ、人間関係築く上で。確かに。私はなんかすごい人に助けられて今日までここまで成長させてもらえたのは、本当にいろんな人に支えられてここまで来れたって思ってて、人間関係ってすっごい大切だなって。会社員時代本当にもう人間関係これ以上広げなくていいやと思ってたんですけど、やっぱりそこに救いがあったなっていうのを個人でやり始めて気づいたから、今度そういう場所を提供できる人間になりたいなっていうところは本当に漠然と2人で考えてはいるし、あともう一個はこの間本当につい最近2人でこういうことやりたいよねって話したのは、食のセレクトショップみたいなのことはゆくゆくやってみたいな。ああ、それこそ。はい。いい気がする。日本一周してるからね。本当にまあもう確かにね。体型見ていただいたらわかると思うんですけど、食べることが大好きなんですよ本当に。ガリガリだけどね。いやまあちょっとまあガリガリなんですけど、ガリガリなんだけど、意外とガリガリで多分お互い2人日の目を浴びてない日本中の美味しいものっていっぱいあるんですよ。日本って美味しいものに溢れすぎて、
本当に美味しいんだけど日の目を浴びてないものが多すぎて、そういうのを旅してるといろいろ気づくんですよね。これはみたいな、これこんな美味しいのにそれめっちゃ思う。そんな有名じゃないみたいなね。それをなんかこうセレクトしたショップをやりたいなとは思います、オンラインで。めっちゃいいっすね。でも確かになんかめっちゃ調べていったところじゃなくてもめっちゃうまくないって人生初食べたこのメニューっていうか、でも出会った時とかにでもこれあんまなんか、はい、レビューとかで出てるわけじゃないんだ、みたいな Google とかで見た時に、これ本当美味しいよねっていうのはなりますよね。旅しててめちゃくちゃ思いますよね。あります。この国こんな国ないと思うんですよ私。こんな美味しいものが各県に絶対に 1,2 個ある国ってないんですよ、絶対他の国で。日本各県にマジであるんで。各県にはいあります。うち47都道府県、今41都道府県目なんですけど、旅してて絶対各県1個は言ってもらえたらこれってなるぐらいのメニューがあるんですよ。なんかそれ美味しいものがあるんですよ。トータルで出してなんか本みたいになってたら嬉しいよね。いやいやいや、日本一周を一筆書きでするのってもういいんですけど、俺らってもう丸4年ぐらいかかるってるんですよ。一周にね。来ますよね。まだもう年明けから5年目突入なんですけど、今年で終わるって言ってたのに全然終わんないで5年目突入なんですけど、ある意味5年かけて日本一周したっていうこの切符持ってる人日本にマジでいない。でもそうだよね、どっちもありだと思うんですよね。ゆっくりやってもありだし、でもしんどいのはあります。そのやっぱりこの縛られる部分あるんですよ。何時間で回れみたいなのもまあ分かるし、好きなとこに行きゃいいじゃないですか。ぶっちゃけ行きたいとこに行きゃよくないですか。何日本来かかったって戻ったってそうなんですよ。よくないみたいなのは別ありにます。ピンときて今山梨行きたいってなったら山梨行きゃいいはずの話なんだけど、それができない。なんかなんとなくこう日本一周してる身で変にそういうのに縛られちゃう部分とかがあるから、だから早めに終わらせたいっていう気持ちがあるのは分かるんですよ。ただうちらはそれすらも本当にうちの視聴者様に甘えて許してもらってるので自由にやっちゃうんですよ。でもだってだから終わんないんですよ。全県回ってねやってくれてるわけだし、うちらとしてはその情報が最初はでも多分一筆書きで行かなきゃいけないみたいな。もう帰ってこずそうそれが当たり前だろみたいな感じだったから、うちらのこのスタイルは結構受け入れてもらうのに、受け入れてもらえない人も多分いると思う。だけどなんかリアルだけどね、なかなか一周行ける人も少ないけどね。だから結構一軒で全部なんてそう言ってる間そうですね。働きながらはきついですよね。でも多分そうなったら日本一周じゃ一筆書きで行くってなったら、日本一周することが目的になっちゃうんですよ。そうね。行くことが。でもそれは別に多分できるんですよ。正直。じゃあ2週間とか3週間とかかけて一周しろって言われたら別に俺らできるんですけど、日本一周することが別に目的じゃないんですよね。そこでいろんな情報を得たり、いろんな人と出会ったり、食べ物とか気づきとかいろんなことが目的だから、そこじゃないっていうのを信じてやってるっていう。コーチだけで7本出してるちょっとそれはやばい。終わらせる気あるんだっていう。それはちょっと多すぎる。そういやもう本当にね、でもそんなことない、見せる場所がある。終わんなすぎです。終わんなすぎ。でもその分伝えたいところがあるんですよ、日本って。自分がその県だったら広め市場も行ってたしね。そうなんですよ。見た高知って行かれたこと行った。広め市場行きましたよ。ですよね。四国の旅で出してましたもんね。ただねちょっとねレバーもちょっとそんなに全部そうですよね。ワンちゃんがいるからね。ゆくゆくその食のセレクトショップと、あとはその人が集まる場所ね。そうハブになるような場所を作れたらいいのかなとか思ったりしますけど、漠然と。どうですか、斉藤夫婦さんの野望を教えてください。これも斉藤夫婦さんチャンネルですから、斉藤夫婦さんの野望聞きたいですよ。ここまで飛ばされてる可能性あるから本当に。最近よく出るあれめっちゃ迷惑な機能あるじゃないですか。なんかさ、よく飛ばされましたみたいなジャンプとかで機能あるの知ってますよ、 YouTube。 あれマジあれなんだいらなくねあれ。あれでやられてる可能性ありますから。時の話っていうよりは人生をかけてこうライフスタイルを配信していく、なんかそれがずっと主でやれるかもわからないけど、そうですね。でも見てくれてる方がずーっと一緒に年老いてずーっと一緒になんかイベントして、一緒に年を取っていけたらいいなっていう、なんかわかんないけどそのいい関係性っていうか、
同じものをずっと味わっていけるってなんか泣けるって思って、あなんかあの時こうだったけど今こういう風になってるよねっていうか、なんかこう一緒に同じように年を取ってライフスタイルをずっと配信していってこう60代70代みたいな感じで、じゃあ例えばじゃあラスサラ斉藤フグっていうチャンネルが今キャンプをメインにしてるけど、5年後釣りをメインにしてる可能性もあるじゃんある。ゼロじゃないじゃないですか、はい、それに耐えるというか自分が受け入れるっていう柔軟性があると何十年っていける気するんですよ。でもなんかいつしか誰にも言われてないのに勝手に自分の方向性をキャンプじゃなきゃダメ狭めちゃってキャンプしかできないってなっちゃうと苦しくなる時来ると思うんですよ。確かに。だからそれがやっぱなんか俺らの一個ポイントな気がするんですよね。なんかでも夢物語説はあるけどね。なるほどいやそうでもそう生きたいのよ。そう生きていたい。行きたいそんなみんな思ってるよって話かも。これ何の話してたの？あれちょっと待って何の話してた？でも夢物哲学の話。でもやっぱさ人は人で生きてるってことよね最終。どうした？タクシー来た。呼んだでしょ。呼んでないって。呼んでない。斉藤さんきついなみたいな。呼んでないよ。帰ってくんないから。太郎さん多分頼もしい。呼んでないあ、誰かが呼んだ芸者だと勘違い。星可愛い。あでもここはビアリー本当だね。あいや個人タクシーだもん。だけどいいやん、ドッキリかと思った。いや、いいやエンターテイナーすぎるでしょ。しないっすよ、さすがにそれ。てれれ。あー、美味しかった。美味しかった、ありがとうともちゃん。美味しすぎました。うまありがとうございます。いやよかった。何食べても。一応じゃあこれで。あとチャウダー、あなたもチャウダー、私もチャウダー。あなたもちゃうな。なんかこう実現できるかちょっとまだわかんないんですけど、こう4人で話してたのは、はい。はい。なんかイベントとかもやりたいよねっていう。マジやりたい。いいんですか？いいんですか？いいんですかじゃないですよ。いやマジで本当にいいんですか？いいんだ。うちらいやいやいやキャンプ。大丈夫ですか？テントとか全然立てらんないキャンパー。はい。テントいらないですから。キャンプ自由なんで。そう勉強させてもらう。はい。椅子とテーブルですけど大丈夫ですか？マジで本当にもしよければ一緒にうちの視聴者さんのなんていうんですかよく見てるチャンネルとか出るじゃないですか。もう本当に多いんですよ。斉藤夫婦さん。多いこちらこそですよね。でうちの視聴者さんでも斉藤夫婦さんが大好きでって人本当に多くて、多いめっちゃ喜ぶと思うんですよ。それって結構はいなんか面白いですよね。だからジャンルが違うのにはい。そうなの。視聴者さんが同じ人が結構いるっていう。そうなんですよ。確実に。ちょっとキャラが似てんの？キャラ似てるのかもね。なんかどこ？どこ？いやごめんなさい、そこやろ。そうだね。そこ2人やろ。どう考えてもそうだわ。そう皆さんはなんかもし一緒にねやったら来てくれるのかなんかちょっと確かに。もしもし書いてくれたら来てほしい嬉やったら行くよっていう方行くよっていう方がいたらはコメント残してくれたら嬉しいですね。いやだってどうしよう。一回その浜松で一緒に飲み会をした時に、はいちょっとこうインスタに上げた時の反響が、いやうちもです。あうちもです。すごかったうちもです。あ、そうすだごかったです。そうだそうだ。さんといやさインスタねうちもです。あ、 2025年の目標にします。いいね。しましょうしまし嬉しい。これは絶対実現させましょう。確かに。ょう。やりましょう。ということでまたそれがねはい決まったら。うちら結構しつこいんで、はいいやもうね、ニーヤン。忘れたぐらいで LINE しますから。あれ、太郎さん。覚えてますあの話どうなりました？覚えてます。当たり前でしょ。大丈夫よ。いつやるんですか？大丈夫よ。俺に全部振ろうとしてる。運営とか。運営とか全部。あれやるって言ってたんですけど、どうディレクターなんでね。いやここでね、ここでやってもらうことで。一応出させないと。うちらの演者として。演者と当して日。ちょよいしょー。最後までありがとうございました。これ編集大変だぞー。すいません。あ、うま。うまあ、うま。美味しい。もううまいあるんで、がっつり食べてください。はい、やります。でこれなんか福岡体調つけ今日福岡から来たんでこれなんか福岡ともお友達のゴーグルさんに教えていただいたんですけど初めて。そうごまだれつけて一旦なんか海鮮丼みたいにして食べた後にだしと柚子胡椒をかけてめっちゃ美味しいんですこのいただきます。足りなかったらやった。すごい。すごいね。
香りすごいですよ。うおすごい。でもね、最後茶漬けで入れるとこれをちょっと入れるとめっちゃ美味しいんです。へえ。でこれタイも食べてください。これタイ。タイのごまだれでつけた。すごい。これも最後お茶漬け。うますぎ。美味しい。やべ。しみるわ。美味しい。ご飯美味しい。うまっ。北海道めっちゃしみる。北海道の味。うまっ。染み渡るね。うまっ。北海道で一番美味しいのなんだったですか？シャコタンのウニ丼。やばそう。積丹半島のウニ丼。毎年5月6月6月ぐらいから確か夏前。5月と6月の時期しか食べられないんですよ。だから6月から確か夏前ですね。前ぐらいまでじゃなかったっけな。食べられない。行ってみたいね。行ってみたい。マジで北海道ね、積丹ワンちゃんがね、そうです、そう積丹半島。めっちゃ美味しい。わ、うまこれ。美味しいですよね。このタレが美味しい。このシステムめっちゃ怖くないですか？これめっちゃ怖い。この三脚のそこを上げるんじゃなくて足を伸ばせばいいんじゃないの？わかる。でもね、あれをやるのめんどくさい。めんどくさい。これちょっと結構辛いんだ。ちょっと辛いからお気をつけて。どんぐらい？お茶漬けぐらいな感じ。こんぐらい？お、全部出ております。すまぬすまぬ。全然。これ柚子？ゆずご。柚子ご。ゆずご。ゆずご。ここまで香りするもん。ね。綺麗。ちょっと辛いです。美味しい。ちょっと足りなかった。いただきます。かき混ぜた方がいい。やばすぎ。柚子ごがマジで美味しいんですよ。かき混ぜて。うまっ。やばくないですか？やばい。美味しい。うまっ。あ、鮭。そうだ。鮭持て余してる。ゆずご。美味しいですよね。うまいです。これ一回食べると本当柚子胡椒普通の使えなくなるんですよ。確かに。香りが全然違うんですよ。最高の朝。贅沢すぎいっぱい走れて。メリー。メリ寝てんのそれ？起きてる？無事に終わりました。ねえ、あっという間。寂しい。楽しすぎました。楽しすぎました。伸びすぎました私。確かに。こんな二日酔いっぽいのマジ久々です。喉やばかったですけど朝。朝やばかった。全員声ガッサガサでしたよね朝。おはようございます。声なくなって。みんなやっこ姉さんです。全員二日酔いキャンプ。本当に。夜のシーンあんま撮ってないじゃないですか、飲んでるところ。だから視聴者さんからしたらさ、なんでっていう。テンションかな。確かに。まあね、キャンプっていうかもうバーでずっと飲んでた。そう。バー飲みしてましたね。そうね。楽しかったですね。めちゃくちゃ。楽しかった。うちらもあんまりないからね、こういう同業の方とお会いする機会。そっかそっか。はい。ぜひぜひ貴重な機会だ。ありがとうございます。ありがとうございました。また行きましょう。ね、また行きましょう。もう恒例にしましょう。ね、マジで。すぐでイベントとかもよかったらぜひ。本当っすね。なんかご一緒させてもらえたら。ぜひぜひ。ちょっとなんか考えてみよう。いやもうめっちゃ嬉しいです。なんかやりたいですね。キャンプイベント。キャンプイベント。ライクサタデーとサイト。ライサイト。ライサイト。ライサイ夫婦。